冷え性ですか。冷え性と縁を切りたいのですね。それはですね、皆様が誰かと縁を切りたいときはどうしますか？そうですね。少し距離を置いて、だんだんと話す回数を減らして。ですが、どうでしょう。それでも縁の切れない相手はいるものです。人間関係にかかわらず、お酒がやめられないとか、会社を辞めたいのに辞められないとか、縁というものは切りたくてもなかなか切れないものですよね。本日はそんな方のために縁切り神社の数々を紹介いたしましょう。橋場のばんば様。子供たちを水難から守る水神として祀られたおばあさんの姿をした石像ですが、縁結びと縁切りの神様としても知られ、良縁を結びたいときは錆びた切れないハサミを、悪縁を切りたいときは新品のよく切れるハサミを備え、ばんば様の頭にお椀の蓋をかぶせて祈ると、いかなる願いも叶うと言われています。特に切りたくない縁があるときには、錆びて切れないだけではなく、ハサミが開かないように紐や針金で巻いてお供えすることもあるそうです。牛久成田山新成寺。牛久成田山新成寺の境内に本尊抱き二天を祀る縁切り稲荷があります。抱き二天は人肉を食う神の一種と言われており、これだけで良くない予感がしますよね。お察しの通り、一度祀ると死ぬまで信仰を続けないと罰が当たり、その家系が没落し、災難に遭うとされています。まあ、抱き二天を信仰するには、そのくらいの覚悟が必要とされているということですね。こんな神様だけあって信仰が厚ければ厚いほど願いを叶えてくれるそうです。縁切り祈りでは参拝だけではなく、境内にある藁人形、赤い人形で祈願することもできます。大杉神社。全国にある大杉神社の総本宮であり、安波様とも呼ばれ、多くの信仰を集めています。日本唯一の夢結び大明神として知られる一方、悪縁切り、縁結びでも有名で、縁切りならご近所トラブル、嫁姑問題などの悪縁を断ち切りたい人、縁結びなら片思いの人だけではなく、相思相愛の二人も縁が長く続くようにお祈りできます。悪縁切りは心の中でおまじないを3度唱えて瓦家を叩き割ります。境内の悪縁切りの湯庭で割るか、自宅の玄関先で割った瓦家を袋に詰めて悪縁切りの湯庭に巻きます。瓦家を叩き割るのは楽しそうなので、悪縁切りの用がなくても訪れてみたいものですね。さてさて、次で最後になります。安井金毘羅宮。これは日本でも一番有名な縁切り神社ではないでしょうか。一番縁切りの効果が強いと噂されることがあり、それもそのはず。本殿には主祭神の崇徳天皇をはじめ、30の御祭神が祀られています。崇徳天皇が讃岐の国に流刑された際、金毘羅宮にこもって一切の欲や未練を断ち切れたことから、安井金毘羅宮は立ち物や縁切りにご利益がある神社として信仰されるようになりました。御殿で妖怪とされる崇徳天皇が祀られているなんて、それだけでものすごい効果を発揮しそうな気もしますよね。片白に願いを書き込み、縁切り縁結び火の表から這うようにして穴をくぐり、悪縁を切ります。悪縁を切った後は裏からもう一度穴をくぐり、今度は良縁を結びます。そして最後に片白を縁切り縁結び火に貼り付けて祈願は終了です。この時に火に貼られた人々の願いを見てみるのも面白いかもしれません。これを見て体調を悪くされる方なんていうのもよくいらっしゃるようですよ。さてさて皆様いかがだったでしょうか。
本日は様々な縁切り神社についてお話しいたしましたが、行ってみたいと思った方はいらっしゃるのでしょうか？どうしても困っている方は、こういったところに赴いて縁切りをお願いしてみるのも良いかもしれませんね。有言実行みたいなものでしょうか。かくいう私は、どちらかというと、願掛けをするより意志を固く持って、無言実行の方が成就した時の達成感が大きいのではないかと思いますので、この類に頼ることはないかと思います。と言っても、目標の達成方法は人それぞれですけれどね。そうそう、最後に健全な縁切りもありますので紹介いたしましょう。宝珠山立石寺。山の断崖にいくつもの寺院が立ち並ぶ山寺。1100年前に慈覚大師によって創建された由緒あるお寺です。松尾芭蕉の有名な句もこの場所で読まれました。この1015段の石段を登ることで悪縁を払うことができると言われています。この長い階段の一段一段を踏みながら自身の行いを振り返って、自分にとって悪縁であるものの取捨選択をしていくということになるのでしょうか。この方法なら健全ですし、おすすめしたいくらいのものです。というわけで鉄線、山寺の階段に行って冷え性と縁切りできるようにお願いしてきたらどうでしょうか。悲願のお話、ご清聴いただきありがとうございます。お気に召しましたらまた遊びに来てくださいね。それでは、さようなら。